ご視聴ありがとうございます。今回は高健産の8分の3スタンダードソケットを紹介したいと思います。新世代のジールじゃないシリーズのソケットです。ミリサイズはシャローを6から 22mm まで、インチはセミディープを四分1から4分の3までの9ピースセットで使っています。突出した部分はないですが、癖のない優等生的な使いやすいソケットとなっています。さて、まずこの高健産とは山下工業研究所という会社のブランドです。私もさん付けで高健産と呼んでしまうくらい、こちらの名前の方が浸透してるっすね。熱狂的なファンがいるブランドでして、特にソケット工具に強いブランド。特殊なソケットであっても高健産であれば大体出てくるという印象があります。聞いた話として、輸入輸出が今ほど簡単ではなかった時代にレースメカをきっかけにヨーロッパで認知が進んで、スナップオンよりも高い値段で取引されていた時期もあるなんて本当かどうか分かりませんが、そんな逸話も聞いたことがございます。そんな高健のスタンダードソケット、外観がこちらです。飾り気のない質素なデザイン、半分なし地、半分が磨かれたソケット。指で持つ部分を滑りにくいとされるなし地仕上げとし、上側は掃除のしやすさを考えて、磨きとしているのでしょうか。理由は分かりませんが、機能美的なものを感じるデザインとなっています。レトロというか武骨というか、いかにも道具というデザイン、クラシックな見た目となってます。刻印のフォントも懐かしさを感じるもの。同じ高健のジールシリーズと比べると、やはりそれは古めかしく見えてしまいます。見た目については賛否がありそう。横溝の1本ぐらい足してやればスタイリッシュにもなるのにとは感じますが、このソケットデザインは長いこと変更はされておりません。その辺はジールに任せているのでしょう。並べておりますシャローソケットは少し古い時代のもの。これいただき物なのですが、90年ぐらいに製造されたものだと聞いています。セミディープは最近のもの。比べるとなし地部分のキメは古いものの方が細かくなってるですね。新しいものはギラギラした感じでちょっとチープには見えます。高健産はメッキの品質で一時期いろいろと言われたようですが、今回紹介しているものはどちらも問題は起きていません。ただ、同じ時期に買ったと記憶をしていますこっちの四分1ソケットは簡単にメッキが割れたり欠けたりしておりますので、当たり外れはあるのかも。メッキの工法を変えたとか、面取りというかフィレットを大きくしてメッキ剥がれを防ぐようにしたなんて聞いたことがあります。時代によって違いがあるのかもしれません。ボックス側は一般的。ネジに対してきつすぎるでもなく、緩すぎるでもなく。ラインナップは6ポイント、12ポイントどちらもございます。私はインチだけ選んで12ポイントとしています。12ポイントのネジを使うためです。6ポイントの方が舐めにくいとされますし、実際私も固着ネジには6ポイントを使いたくなるっすね。逆に12ポイントはネジに当てやすく。どちらもラインナップありますので、用途に合わせて選ぶことが可能です。ボルトとの当たりは当然の面接触。座繰りもしっかり取ってあるっすね。同社のジールと比べるとここの角度が随分と深くなっています。ネジにはめてみて、左右に揺すった感じは違いを感じません。どちらもタイトというよりは必要十分なかっちりさという感じです。対して倒れやすさは違っていまして、傾き方向には若干ジールに対して緩さを感じました。差し込み側も普通です。角は点あたりを防ぐ形にはなっていますが、メッキのめくれは出てきてますね。きつすぎず、かといってグラグラに感じることもなく、様々メーカーのラチェットと組み合わせてみて相性問題はそう多くは出ておりません。ソケットの外形も一般的。手持ちのスタビレーディープと同じかちょっと小さいぐらいになってます。ジールやネプロスと比べると少し太くなってます。今まで外形の太さで使えなかった箇所は覚えてるので2箇所。ですから 14mm と8分の5インチだけは他メーカーのものを追加して使っています。使ってみた感想として、高健産のソケットは安心感があるっすね。何かが尖って優れているわけではなく、全体的に欠点が少ないという印象を受けています。スタンダード中のスタンダードというのか、最初に買うソケットはこれ選んでおけば丸一緒って感じのアイテム。
配当にしろネジとのはめ合いにしろ極端すぎない設定がされていますので、普段使いで扱いやすくストレスなく使える道具となっています。シャローはジールシリーズも持っていまして、かっちりした最近の流行りなタイプの良い道具だと思っていますが、比べてこのスタンダードシリーズの方が使用頻度は高めです。セミディープについては本当によく使っています。これはまあ貢献だからってことではないですが、サイズ感が素晴らしく、エクステンションをつけずに小判型ラチェットで手のスペースが確保できますし、ディープほど重くはならず、倒れやすさも抑えられている感じ。個人的には最高にバランス良い3部のソケットハイトだと思ってます。一番よく使うソケットになってるですね。自分のオートバイ触るときは最近はシャロー持っていかないことも増えました。シャローやディープがなくてもセミディープ持っていけばなんとかなってしまうことも多いです。感じているネガとしては、指にかかる溝などが何もないということです。ですから差し込みが硬いラチェットに小さなサイズのソケットを入れてしまうと外れにくくて困ってしまうことがあるっすね。特にシャローの8ミリくらいから下のサイズは本当に取れなくなりまして、手にオイルがついていたりコンディションが悪いと絶望的に抜けてきません。ただこれはどこのメーカーのソケットであっても感じるネガではあります。そのくらい貢献さんのスタンダードソケットは文句がつけにくい仕上がりとなってるっすね。あと無理やり上げるとするとその見た目っすかね。個人的にはかなり好みなんすけど、確かにスタイリッシュとは感じておりません。周りに意見を求めてみてもあまりかっこいいとは返ってこないっすね。初めて道具を買うという人に勧めてみても、このそっけない外観からあまり興味を持たれることも多くはなく、このデザイン損しているところもあるのではないかと思っています。先ほどのソケットを抜き取りやすくするための溝を追加したり、サイズ刻印を見やすくするためフォントを変えてみたりなどのアップデートがあれば良いなとは感じています。貢献のスタンダードシリーズのソケット、コストと品質面のバランスが程よく取れた良いソケットだと思ってます。使ってみると古き良きって感じでもないんですよね。現代でも十分に通用する立派なソケットです。その古風な見た目のためか、あまりピックアップされる機会がないのがもったいないと感じているソケット。同社のジールに比べてメリットもあると感じています。機会がございましたら手に取られてみてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。